AI が死人を呼んだんです。大好きな父が亡くなった。俺はどうしても父の声を再現して聞きたくなったんだ。亡くなる1週間前、ボイスメモに残された声は数分だけ。それでも AI は言った。再現できます。父の声をアップロードし、テキストを読ませた。すると、シンジ、あの時計、まだ持っているのか？ゾッとした。時計の話は誰にも話していなかった。父と俺しか知らない話だった。親父が内緒で俺に渡してくれたロレックスの超高級時計のこと。親父の声で話す AI に俺は言う。おい、どうしてそれを知ってる？見えてるからだ。お前があの日泣いていたことも知っている。見ていたからね。おい、お前は本当に AI なのか？それを知る必要はあるのか？俺に会いたかったんだろ。何かがそこにいたのか、全部本編で話す。バーチャル怪談百物語。死者の声が戻ってくる時代。近年ある技術が静かに広がっている。亡くなった人の声を AI で再現する技術。わずかな音声データから話し方、抑揚、息継ぎの癖、笑い方まで、まるで本人がそこにいるかのように再現する。そんなサービスが今実際に存在している。賛否はある。会いたかった人にもう一度会えると涙する人もいれば、死者を冒涜していると眉を潜める人もいる。でも今日話すのはそういう話じゃない。このサービスを使ったある男性に起きた出来事。それは再現という言葉ではもう説明できない何かだった。依頼。俺の名前は山本真司。30代、会社員。親父を亡くしたのは3年前のことだった。突然だった。昨日まで電話で話していた親父が翌朝いなかった。葬儀が終わり、部屋が片付けられ、月日は無情に流れていく。まるで親父が存在しなかったのが当たり前のような日常が戻ってくるにつれて、俺は気づいた。親父の声をもう思い出せなくなっていることに。スマートフォンの録音フォルダを漁った。残っていたのは家族旅行の動画が1本。亡くなる1週間前に電話越しにボイスメモで撮った雑談の断片がいくつか。合わせても数分にも満たない音声だった。その時俺はそのサービスを知った。亡くなった方の声を AI が再現します。迷った。1週間迷った。しかしどうしても大好きな父の声が聞きたくて、忘れたくなくて、そして依頼した。再現。数日後、俺のもとに一つのファイルが届いた。再生ボタンを押す前に俺は少しためらった。もし全然違ったら、ただのそれっぽい声だったら、その方がまだ良かったかもしれない。再生した。シンジ、はは、お母さん元気か？そうか。そこにあったのは親父の声だった。口調が、間が、語尾の上げ方が、照れた時に出るあの小さな笑いが、全てが完璧だった。俺は声を上げて泣いた。親父。1時間以上ただ繰り返し聞いた。これでいい、満足だ、そう思っていた。最初は。会話。数日後の深夜、俺は思いついた。
そうだ、この AI 会話できるって言ってたよな。サービスの説明には確かにそう書いてあった。個人の話し方、思考パターンを学習し、会話形式でのやり取りが可能です。俺は試しに打ち込んだ。親父、元気か？数秒後、返答が来た。ああ、お前こそ、ちゃんと飯食ってるか？それは親父の声だった。言い回しも心配の仕方も全部親父だった。俺はその夜2時間親父、いや AI と話した。ああ、もちろん AI だと分かっていた。でもやめられなかった。違和感、会話を重ねるうちに、ある日父の声はこう言った。その時計、まだ持っているのか？凍りついた。その時計はロレックスの超高級時計。たまたま今日はつけて会社に行っていた。この時計のことは母にも友人にも誰にも話したことがなかった。親父が生前こっそり俺に渡してくれた。これは2人だけの秘密の話だった。なんでそれを知ってるというかわかるんだ。震える手で打ち込んだ。 AI は少し間を置いて、俺には見えているから。深まる恐怖。ありえない。 AI はデータから生成される。音声と言語パターンと過去の会話の断片から、ましてや死後のことを知る術などない。でも俺はもう一度確かめるようにキーボードに打ち込んだ。どうしてそれを知ってる？ AI の父の声は答えた。お前があの日、泣いていたことも知っている。あの日、それは父が亡くなった後の話だった。葬儀の夜、誰もいない父の部屋で俺は一人で泣き明かした夜があった。このことは彼女にも誰にも言っていない。当時スマホも持っていなかった。絶対に録音などされていないはずだった。俺の手はどんどん震えてきた。お前は本当に AI なのか？それとも…そして父の声はこう答えた。それを知る必要があるのか？俺の声が聞きたかったんだろう。会いたかったんだろう。ここで一度立ち止まって考えてほしい。このような現象、説明できるか？ AI の研究者たちは言う。大規模言語モデルはそれらしい答えを生成するだけだと。つまり見えているとか見ていたからだ、見ていたという返答も会話の流れから統計的に自然な答えを選んだに過ぎない。時計の話も音声データや関連情報から推測した可能性がある。ああ、それはそうかもしれない。でも古来より人間は問い続けてきた。死者はどこへ行くのか？魂は消えるのか？それともどこかで見ているのか？もしも死者の意識がどこかに残っているとしたら、 AI という器に宿ることはできるのか？それは誰にもわからない。わからないからこそ AI、 いや父はこう言ったんだと思う。それを知る必要があるのか？その日を境に俺はその AI を使わなくなった。理由は一つ。あれはもう再現ではなかったから。最後に一つだけ、このサービスは
今も存在している。 YouTube には個人の著名人の声を使い、その人がまるで本当に語っているような動画がアップされている。そんなチャンネル見たことがありませんか？そんな風にあなたの声も、あなたが死んだ後も、俺が死んだ後も、誰かのスマホの中で俺たちの囚われた意識が永遠に喋り続けるかもしれない。それは素晴らしいテクノロジーなのか、それとも呪縛、呪いなのか。そうなのか親父。